ごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、ウクライナの戦況解説です。先日、ウクライナ軍がクリミア大橋に対する攻撃に成功しました。この攻撃については残念ながら、ロシア軍の兵站を支えている鉄道に対する攻撃はうまくいかず、車が通る橋に対しての打撃にとどまりました。この件について解説した前回の動画においては、繰り返し攻撃することが大事ですよという話をしましたが、ウクライナ軍はクリミア大橋に関心が集まっている中において、次の日においては同じクリミア半島のセバストポリの軍港に対しての攻撃を行っています。クリミア半島にはクリミア大橋、セバストポリ港、それ以外にもロシア軍にとっての空軍基地や物資の中継基地など様々な軍事標的がありますから、今後もウクライナ軍の継続的な攻撃が様々に行われ、それに対応するためにロシア軍が展開せざるを得なくなるでしょう。このあたりはじっくりと腰を据えた戦い方が必要となります。そして、クリミア大橋に対する攻撃が行われたことから、ロシアのプーチン大統領は報復を行うことを宣言しています。ただし、クリミア大橋はロシアによる不法な侵略によってクリミア半島が奪われたその結果としてできた違法建築物であり、しかもウクライナの人たちを殺すために用いられる兵器や兵士の輸送の大動脈であり、明確な軍事目標として攻撃されることは何ら戦争犯罪などに問われるものではありません。とはいえロシア軍は現在でも占領地に多くの兵士たちを配置していますから、ウクライナ軍の方からは大規模なロシア軍の集結があるとして警戒情報が出ています。今回はその話からロシア軍がどのような狙いを持っているかを解説しつつ、ロシア軍の占領地域において何が起こっているか、その点について少し取り上げていきましょう。まずは東部戦線、ロシア軍の集結というニュースから見ていきます。地図については戦争研究所の発表しているものを使用しています。赤く塗られている部分はロシア軍の占領している地域。今回のニュースで出てくる都市名について少し解説しておきましょう。地図の上の方にあるクピャンスクはロシア国境も近い交通の要衝です。2022年のウクライナ軍の反攻作戦によってこの町は奪還が成功しているところです。ロシア軍は再びこの町を陥落させようと考えているわけです。そしてクピャンスクの南クレミーナ。クレミーナについては2022年秋の反攻作戦においては奪還に成功しませんでした。ウクライナ軍はこの直前、イジューム、リマンといったロシア軍の主要拠点としていた場所を奪還することに成功したのですが、クレミーナにおいて押しとどめられ、現在に至っています。さて、ウクライナ側から東部戦線に警戒情報が出ているニュースについて、詳しく内容を見ていきます。CNN のニュース、ロシア、クピャンスク一帯に兵士10万人余りを集結。ウクライナ軍報道官。ウクライナ軍東部方面部隊のチェレバティ報道官は、ロシアが兵士10万人余りをハルキウ州クピャンスク一帯に集結させ、ウクライナの守備の突破を図っていると明らかにした。報道官は、敵はリマン、クピャンスク方面に非常に強力なグループを集結させ、人員10万人超、戦車900両超、多連装ロケット砲370機超を投入していると説明。空挺部隊や自動車化部隊のほか、追加支援として戦闘予備役兵や領土部隊、ストーム Z 中隊も動員されていると明らかにした。報道官は、クピャンスク一帯でのロシア軍の圧力について、ウクライナが東部要衝バフムト付近で勢いをつかんだことを受け、多少の戦果を上げようとする狙いがあると説明。ロシアは少なくとも多少の戦果を示す必要がある。このため彼らはこの地域に最大限注力し、攻勢に出ていることを示そうと、可能なこと、不可能なことを全て行っているとの見方を示した。さらに、バフムトでは、ロシア軍は依然劣勢で死傷者が増えている状況だとも述べた。今回のニュースのポイントは、ウクライナ軍側の方から警戒情報として、クピャンスク、クレミンナ、この一つのライン上において、ロシア軍が集結し、応戦に出ようとしていることが発表されました。そしてこの報道官は、この狙いとして、クレミンナの南バフムトにおける戦いで、ウクライナ軍が徐々に前進し、ウクライナ軍が優位に立ちつつある。これをひっくり返そうとして、ロシア軍が動こうとしているのだと説明しています。今回はウクライナ側の警戒情報として、ロシア軍がクピャンスクを目指し、またクレミンナ方面においてもリマンへと迫ろうとしていることが伝えられています。ウクライナ軍としては、
東部よりも南部に力を注ぎたいものですから、この地域における守りが少し弱くなっていたのかもしれません。そういった意味でウクライナ軍としてはロシア軍の動きを要警戒というわけです。ただし、しっかりと守りを固めることができれば、この戦争における基本原則が発動されることとなります。まず第一原則は常に守る側の方が有利だという点です。これはロシア軍の冬攻勢においても発揮されたもので、ひたすら攻め続けたロシア軍だったわけですが、東部戦線で大きな戦果を得ることはなかなかできず、なんとかギリギリウクライナ軍の反撃前にバフムトを陥落させることに成功したといったことがあります。この間、ロシア側としては大量の人員を東部戦線に張り付かせ、そして攻勢に出ていたにもかかわらず、大きな前進を果たせることはありませんでした。その大きな前進が果たせなかった中で、小さな前進の成功例としてバフムトがあったわけです。今回ロシア側が攻勢に改めて出るというのであれば、基本的な話として、冬攻勢の二の舞になることでしょう。大量の人員、大量の兵器を投入したとしても、結局のところ、守りを固めたウクライナ軍に対しては、じわりと前進することはできたとしても、結局のところ、待ち構えるウクライナ軍によって大きな打撃を与えられ続けるといったことを繰り返すこととなります。ただ、この点について言えば一つ懸念点としては、大きな被害が出たとしても、結局のところロシア軍はそのことを全く気にしないといった事情があります。これはすでに証明されたことで、冬攻勢における多大な損失といったものについて、ロシア側ではこれを問題視する話は全く出ていません。もちろん現場の指揮官たちはその件に関して十分な補給があればもっとうまく戦えるのに、もっと多くの兵士が死ななくて済んだのにといった不満を抱えているのはこれまた事実ですが、そのことについて不満を述べた人たちが次々と粛清されているのもロシア軍の一つの特徴だとも言えます。結局のところ独裁政権下にある軍というのは不満を述べれば更迭され、そしてイエスマンしか残らないという構造となります。そして政治目標としてあの町を落とせと命令されれば、それに伴って無茶な進撃をして大きな被害を出したとしても、そのこと自体が罪に問われることはないわけです。このあたりはちょっと感覚として日本人には理解できない部分となるでしょう。ですから、冬攻勢に対応したウクライナ軍の時と同じ結果が出るとすれば、ウクライナ軍はよく守り、地対戦術を用いることによって、たとえじりじりと押されたとしても、それに伴って多大な出血をロシア軍に強いるといったことを行うはずです。このことを見かけ上の動きとして、ロシア軍が前進しているんだから、ロシア軍が勝っているだろうというふうに見る方、そして一方においては多大な出血を強いられているロシア軍が結局のところベテラン兵や兵器を大量に失うことにより実質的な戦力が低下していくんだといった中身について見るか、どの面について評価するかによって判断は分かれることとなるでしょう。今回ウクライナ軍が警戒情報を発したわけですが、どれほどの規模でロシア軍が攻めかかってくるかは今後の展開を継続的に見ていきましょう。さて今回の話としては戦況解説とともにもう一つ余談として、じゃあロシア軍の侵略に対してもしも町が占領されてしまったら何が起こるか、その一端についての話をしましょう。というのも、ロシア軍の侵略に対してインターネット上では抵抗する方が悪いというような話をする人がいます。あまり残虐な面についての話は積極的に取り上げてはいないのですが、今回は少し一端がわかる部分についてお話をしておきましょう。ロシアがウクライナ市民に強制労働、拒否なら射殺、塹壕や集団墓地掘らせる。AP 通信はロシアがウクライナの民間人に強制労働をさせており、2026年までに25カ所の収容所などを作る計画があると報じた。ウクライナの反転攻勢に備えた塹壕を掘らせるため、拘束した民間人を働かせているという。夜明け前に起き、凍てつく寒さの中、12時間は前線で塹壕を掘る。拒否した者は射殺された。激しい戦闘が続いているウクライナ南部ザポリージャ州などでは、ロシア軍に拘束された市民が塹壕や集団墓地を掘っているという。ウクライナ軍の標的にさせるため、ロシア軍の制服を着せられることもある。AP 通信の調査に対し、複数のウクライナ市民が語った。国際法は理由のない民間人拘束を禁じているが、ロシア軍はウクライナ兵以外に民間人も拘束し、強制移送している。ロシアとベラルーシの40カ所、ウクライナの63カ所の交流施設に、約4000人以上が交流されているとみられる。またこのような話もあります。武器として性暴力使用。ウクライナでロシア兵による性暴力212件、被害者は4歳から87歳。
国連安保理で公開討論。紛争地で武器として性暴力が使用されています。国連の安全保障理事会で紛争下の性暴力に関する公開討論が開かれ、ウクライナの代表は、ロシア兵による性暴力が212件に上っていると明らかにしました。ウクライナ代表、ロシアはウクライナに対する戦争の武器として性暴力を執拗に使用している。安保理の会合で、ウクライナの代表は、検察官らの捜査で記録されたロシア兵による性暴力の被害は112件に上っていて、被害者は4歳から87歳の幅広い年齢層に及んでいることを明らかにしました。その上で、真実も証拠もそこにあり、罰は必ず下されると訴えました。アメリカの国連大使も、ロシア兵による性暴力の十分な証拠があると指摘するなど、会合では欧米諸国からロシアへの非難が相次ぎました。戦争が長引くことによって確かなことがあります。それは、関心を示す人が少なくなることです。それに伴って一つロシアにとっては有利なことがあります。それは戦争犯罪をいくらしたところで多くの人々が関心を失ってどんなに犯罪をしても全く気にしなくなる人数がどんどんと増えているという事実です。そしてそのことは別に日本だけに起こっていることではありません。多くの国々にとって毎日毎日ウクライナの戦争で何が起こっているかを伝え続けることは基本的には無理です。新しいニュースは様々起こっており、それに伴ってどうしても扱いは小さくなるものです。継続的に戦争が行われており、継続的に戦争犯罪が常習的にいつでも毎日のように繰り返されているのであれば、それらを毎日毎日ひたすら報じ続けるというのも事実上無理なものです。こういった事情を悪用する人たちがいて、あたかもロシア軍は清廉潔白な兵士たちの集まりで何一つ戦争犯罪は犯していないかのような話をする人たちがいます。例えばその代表格はプーチン大統領で、プーチン大統領はウクライナ軍がアメリカから供与されたクラスター弾をもし使用すれば、ロシア軍もこれからは大いに報復するなどという話をしています。なお、2022年の春、ロシア軍が本格的な侵攻を始めたその最初の日から、ロシア軍はクラスター弾を病院や集合住宅などに打ち込んでいることが初日からテレビ報道などがされており、使っていないなどとよくも言えたものです。しかしそのようなことが言えるぐらいに真顔で嘘をつけるぐらいの言動をし続けることがロシアの特徴であり、同様に戦争犯罪についてもいくら繰り返したとしても全く気にしていないというのが現実なわけです。この現実から目をそらしてはいけません。少なくとも目をそらした途端にこれを悪用する人たちが出てくることを忘れてはならないのです。それら悪用する人たちの言動というのは、ウクライナが抵抗するから戦争が長引くんだ。ウクライナはさっさとロシア軍への抵抗をやめ、終戦を受け入れるべきだ。平和を取り戻すべきだといったようなことを口にするものなのです。テレビなどではこうした問題について取り上げることがほとんどなくなってきてしまっているので、改めてロシア軍による占領によって何が起こってしまうのかについて少し取り上げました。ウクライナの南部戦線、ザポリージャ州などでロシア軍が重厚な防御陣地を築き上げましたが、それは何もロシア軍だけが作っていたわけではなく、ロシア軍の占領した地域などにおいて、ロシアにとって不都合な反抗的な人物たちを逮捕拘留し、これらの人々を強制労働に駆り出していた。そしてそれらの命令などに従わない人物などについてはすでに殺した後だといった話などは無視してはいけない話なのです。こういった話をすると、戦争ではそのようなことが起こるのはよくあることだという物知り顔をしたような人たちが現れるわけですが、そのような人たちが同時にロシアによる侵略を否定していないのであれば、それはただ人間のクズの言っていることだと、はっきりと自覚すべきことだと私は思っています。皆さんはこの話を聞かれてどのように思われたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画は前半において戦況の解説として、ウクライナ軍が東部戦線においてロシア軍の集結が見られることを警戒情報として発しています。今後どのような戦況の変化が現れるかについて継続的に見ていきましょう。そして動画の後半においては、ロシア軍の侵略によって決して綺麗事ではない人間のどす黒い部分が現実に起こっていることについて少し触れておきました。戦争が継続的に行われていても関心が下がってくればどんどんと戦争犯罪を伝える報道も減ってきます。報道が減っているからこそロシアの侵略に対する反対の声を上げ続ける必要があるのです。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をしていってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。